ろしくお願いします。源平合戦の赤白から来てる、これ100年前に聞いたことあるぞと。春はしだれ桜がすごく綺麗な。それをきっかけに、古都。弓を引くやつ。ではゆっくり持ち上げていきます。1、2の3。ありがとうございます。では本日担当します。恵比寿屋鎌倉店の中村のりかです。中村のりかさん。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。のりぴーです。のりぴーさん。はい、よろしくお願いします。では1時間後ですので、11時5分過ぎぐらいに戻ってまいりますね。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日いい天気ですね。いや本当に晴れてて、僕鎌倉で人力車のの初めてで、ありがとうございます。すごい楽しみにしました今日。いやなんか、今日ちょっと撮影あるよって言われて、ちょっと緊張してます。普段通りで大丈夫ですので、ありがとうございます。基本が浅草で乗られてる形ですか？そうですね。いつもだいたい浅草ですね。じゃあ浅草が一番近い感じなんですか？そう、僕が浅草に住んでおりまして。そうなんですね。そうなんですよ。はい。はい。まあそれもあって浅草でって感じですね。そうなんですね。こんにちは、恐れ入ります。ありがとうございます。すごい細い道を行くんですね。そうなんですよ。こんにちは。他の場所と違うのは、こんにちは、ありがとうございます。道が結構狭いという。そうですね。結構細い道ですね。なんか大通りからは想像できないのが鎌倉ですね。のりぴーさんは、どうしてこのお仕事を始められたんですか？私ももともとお客さん側だったんですよ。そうなんですね。で乗ってて楽しかったのと、引っ張ってるお兄さんたちにやってみないって言われて。逆に？そうなんですね。でやってみようかなっていう。そういうパターンがあるんだ。そうなんですよ。多分ちょっと珍しいパターンですね。そうですよね。そうか。この仕事今どれぐらいやられてるんですか？今3年半ですね。3年半ですか？はい。長いですね。気づいたら3年半経ってました。のりぴーさん今学生さんですか？ではなくて、専門卒業してから入ったので、じゃあもう24です。そうなんですね。そうなんです。すごいな。ありがとうございます。鳥居がある。はい。さあ、ここ可愛はい鳥居ですね。はい。鶴岡八幡宮です。はい。いつもなんか大きい鳥を見てると思うんですけど、ここはちょっと待ってくださいね。年2回やぶさめが行われている場所ですね。そうなんです。ご存知ですか？やぶさん馬に乗って。そうです。弓を引くやつですね。ここで行われている場所です。ここ馬が走るんですか？そうなんですよ。でコロナ禍だったので今年かな、久々に開催されて。そうですか。そうなんです。結構ね人がいて賑わってたんですよ。そうなんですね。そうか。で面白いのが、2回やるんですけど、2回とも流派が違うんですよ。流派が違う。そうなんです。なんだろう。こう弓の出し方とかがなんか違うらしくて、なんだろう、動きが矢を打つ動きがちょっと違う感じなんですね。私もちゃんと見たわけじゃないんで、調べた感じだと、春に行われるのが武田流って言いまして、武田流、弓を引くなんかこう3回目で抜くみたいな。でこれから秋に行われるのが小笠原流と言いまして、弓をなんかこう後ろから引くらしいんですよ。後ろから引く。なるほど。
なんかそういう違いがあるみたいで。そうなんですね。面白いですね。はい。で、知ってる方はその流派の違いを楽しんだりしてるそうです。そうなんですね。やぶさめはね、浅草でも年に1回。そうなんですか。そう、ちょっと前にやってましたね。1ヶ月2ヶ月ぐらい前に。本当につい最近なんですね。いや、浅草のどこら辺で行われるんですか。隅田川沿いで。やってるんですよ。そうなんですね。そうなんです。知らなかった。道がまっすぐなので。そこでやってますね。まっすぐだと引きやすいですよね。そうですね。鎌倉って、今、朝の10時ぐらいで、で9時半ぐらいに今日着いたんですけど、結構電車とかバスはもう人がいっぱいで、まだあれですよね、多分人は少ないんですよね、この時間。そうですね。あと、今6月なんでアジサイっていうことで、普段の土日よりは多いのかなという。そうなんですね。今からじゃあもっとお昼とかになってくるともっと混む感じですか。そうですね。そうなんだ。アジサイの有名どころとかですと、もう朝から結構並んだりとかはございますね。で、さらっと道路の色が変わったんですけど。そうですね。ちょっとおしゃれになりましたね。そうなんです。実はここら辺が鎌倉幕府跡地でございます。そうなんですね。日本の中心地だった。そうです。で、そんなここは、春はソメイヨシノが咲いたり。そうですか。今時はこうやってアジサイがそう見られたりする素敵な場所でもあるんですね。鎌倉といえばアジサイっていうイメージがありますね。そうなんですよね。これいろんな理由があるんですけど、一つとして、鎌倉の、土質がちょっと崩れやすい土質なんですね。土壌が。で、アジサイっていうのは、巨木、大きい木にならずに根を張ってくれる植物なんですよ。地盤固めのためにアジサイを植えられたのが一つの理由です。そうなんですね。そうなんだ。だから他の地域とは違う、ありがとうございます。街中にアジサイがたくさんあるんですね。そうなんですね。なるほどなるほど。ここら辺は個人的にすごく好きで。ここいいですね。この桜終わってもアジサイが見られるっていう。確かに確かに。やっぱお寺さんとかのアジサイもすごい綺麗なんですけど、街中に咲いてるアジサイもすごい綺麗で。そうですね。あとはもね、少しだけアジサイがあるエリアがあって、今から多分綺麗になってくる。楽しめるんですね。ちょっと浅草のアジサイ見たことないんで。あまりイメージないです。ないですね。もうなんか本当にザ下町ってイメージが強くて。なんだろう、もうあとは本当それこそ SNS で上がってるスカイツリーみたいな。こういうなんか写真撮ってるやつのイメージが強いですね。そうですよね。頼朝の墓って書いてますね。そうなんですよ。これ53段、階段登ってった先に、源頼朝のお墓がございます。階段かなり急ですよね。そうなんですよ。走ってる私でもちょっと辛いんですけど。そうですよね。頼朝さんってすごく簡単に言うとファーストサムライなんですよ。そうですね。ご存知でありがとうございます。で、同じお侍さんに徳川家康さんがいらっしゃるんですけど、日光東照宮とか行かれたことありますか？日光東照宮はないですから。ありがとうございます。すごいキラキラな作りなんですけど、同じ将軍にしてはあれみたいな感じじゃないですか。
いろいろあるんですけど、鎌倉時代って質素倹約と言いまして、質素な生活大切にしようよっていう考えがあったんですね。そこから、あえてこういう静かな作りになったんじゃないかなっていうふうにも見て取れる場所でして。でもお墓ってなんか本来そんな場所ですよね。そうですそうです。だからなんかね有名な頼朝さんもなんかこう静かなこういうお墓だとちょっと親近感を感じると言いますか。でそんな頼朝さんの麓には白旗神社という神社がございまして、こちら頼朝をご祭神とした神社なんですね。見た目の特徴が白い旗があるという。源氏のシンボルの白旗なんですね。あ、そうなんですね。戦する際に白い旗を掲げて頼朝さんって戦ってたんですよ。で敵対する兵器は何色だったでしょう。兵器何色なんだろう。赤。お、大正解です。そうなんです。赤と白で戦ってたんですね。そうなんですね。でこれが元となるものが今の日本にもございまして、あれですね、年末にやってるやつ。紅白歌合戦。そうなんですね。とか、運動会の赤白。そうですよね。もう確かに。この源平合戦の赤白から来てると言われております。そうなんですね。そうなんだ。知らなかった。すごい実はね重要な色と言いますか。そうですね。そうなんだ。お写真とかは。大丈夫です。かしこまりました。普段はここで撮ったりもしてます。はい。ありがとうございます。なんか白っていうと。結構なんか負けるイメージが。なんか白旗を持って降参をするみたいな意思表情ありますよね。あれは海外の文化が入ってきてかららしいんですね。そうなんですね。もともとはなんか白は高貴な色とか、神様に通じる色とされてたんですね。そうなんですね。だから源氏方はこの白を掲げて戦ってたらしいんですね。ありがとうございます。そうなんだ。はい。そっか。前にも。源頼朝っていうのはあれですよね。日本で初めて武士が政権を握ったその最初の人なんですよね。そうですそうです。めちゃめちゃ歴史詳しいですね。そこだけ詳しい感じです。結構私もこの人力車やるまであんま知らなかったんです正直。なんかあれですよね。いわゆる幕府っていうのができたのはこの源頼朝から。そうなんですよ。そこから江戸時代まで続く長い仕組みができたんですよね。だからもう基盤を作った方といいますか。そうですよね。でそんな幕府が、幕府の中心だったと言われる場所が、この小学校だと言われてるんですね。ここ小学校ですか。ここにその幕府の中心があったと言われてるんですね。そうなんだ。鎌倉は結構、なんですかね。調べれば調べるほど結構面白いですよね。そうなんです。なんかやっぱ地域によって歴史って多分全然違うと思うんですけど、鎌倉って結構深いなっていう個人的に。神社とかお寺も多いじゃないですか。そうですね。あれもやっぱり幕府がここにできたからっていう感じなんですかね。もうございますし、やっぱりなんだろうな、権力を持ってる方って、自分こんだけ強いんだよっていう意思表示がお寺さんとかだったらしいですね。そうなんですね。だからお寺とかがたくさんあると言いますか。そうなんだ。なんか都があった場所にお寺とかがいたっていうのはそういうことなんですね。そうですね。やっぱお寺とかって普通の一般市民の方ってなかなかやっぱお金のかかるものなんで作れないんですよ。そういうのも含めてやっぱ力を示すためにお寺とか作ったって言われてますね。そうなんですね。今度は神社なんですけど、江柄天神社と言います。江柄天神社。
まあ学問の神様ですね。あ、そうですか。はい、学問の神様誰だか聞いたことありますか？学問。はい。菅原道真。そうです、そうです。そう、道真様をお祭りしてる神社なんですけど、はい、道真さん簡単に言うと平安時代の方なんですね。で、まあ、勉強を頑張って、はい、天皇の右腕になられた方なんですよ。で、左腕には藤原氏という方がいらっしゃいまして、はい、その方にとっては勉強を頑張ってる。はい、で、天皇様からも可愛がられてて、はい、なんと出世頭。はい、あ、こいつ邪魔だみたいな、どうにかしなきゃって言った時に、はい、天皇様にあいつ悪いこと企ててますよってあることないこと言っちゃうんですよ。はい、で、天皇様怒っちゃって、うん、京都から九州の地へ追いやってしまうんですね。はい、で、残念ながら京都に戻ることなく道真は九州の地で亡くなられてしまうんですよ。そうすると何が起きるかっていうと、雷が落ちてきたり雨が降ったり。そうですね。そうなんですよ。そう、菅原道真って日本三大怨霊みたいな感じで、はいはい、はい、言われたりしますよね。はい、はい、その一人って言われるほど、はい、もうなんかみんながこれ道真のせいじゃないか、うん、やばいやばい怒ってるっていうことで、京都に北野天満宮、はい、九州に太宰府天満宮をお祭りして、まあ、怒りを鎮めたって言われてるんですね。はい、ああ、そうなんですね。はい、で、時は流れてその100年後です。はい、ここ鎌倉でも、はい、なんか雷が落ちてきたり雨が降ったり、はいはい、でなんとしまいには1枚の絵が落ちてきて、はい、見てみると怒った道真さんの顔が描いてあるんですよ。へ、これ100年前に聞いたことあるぞと、はいはい、いうことで、どうにか道真さん怒りを鎮めてくださいって言って建てられたのがここ江原天神社になります。そうなんですね。はい。すごい。ね、ここすごいのが、はい、鎌倉じゃないね、日本三古天神。三古天神。はい。3つの古い神社って書くんですけど、のうちの1つとされてまして、はい、さっきの北野天満宮、太宰府天満宮と合わせて呼ばれてる場所なんですよ。そうなんですね。はい。すごい。なので受験シーズンになると、はい、結構関東地方でここにお参りに来られる方もいらっしゃいますし、あと地元の方の小中学生は、ここ通学路の方とかもいらっしゃいまして、小学校ありましたもんね。あ、そうなんです。毎日ちゃんとお辞儀していかれるんですよ。素晴らしいですね。そうなんで、それほどね、地元にも愛されてる神社さんなんですね。で、こっちの右側に大イチョウが、イチョウの木がございまして、樹齢が約900年。900年。そうなんです。鎌倉でイチョウで一番長い樹齢と言われてまして。そうなんですね。鎌倉って、はい、食べ物で言うと、はい、なんかどんなものが有名ですか？やっぱり海が近いので、はい、しらす丼、しらす、はい、有名なんですけど、はい、他には、はい、意外にもお蕎麦であったり、蕎麦屋さん、はい、はい、なんとカレー激戦区であったり。そうなんですね。そうなんです。カレーですか？カレーとか最近本当に多くて。そうなんだ。中にはね、こう鎌倉野菜を使ったカレーなんかもあるので。美味しそうですね。美味しいです。そうかそうか。はい。お土産とかだと。はい。どういったものが定番になってきますかね。それは食べ物とかですかね。そうです。なんか海外の人とかが来た時に、はい、なんか買っていくといいよっていうようなものってありますかね。もう本当にど定番で言いますと、はい、豊島屋さんの鳩サブレ。鳩サブレはイメージありますね。そうですね。はい、あとは紅屋のくるみっこっていうお菓子ですかね。御社の横にあるお店ですね。そうですそうです。さっきも行ったらすごく並んでました。そうなんです。人気すぎて、はい、開店1時間で売り切れてしまったりとかもあるぐらいなんですね。美味しいですよね。美味しいです。ずっと住宅街を走るっていうのもあまり経験できないんで、そうですね。はい、鎌倉ならではかもしれないですね。で、鎌倉は裏手に行けば行くほど静かになります。いや、いいですね。駅の周りがちょっとやっぱりね、歩くと結構観光客がいっぱいいて疲れるんで、はい、はい、ちょっとこっち来ると落ち着きますね。だから自然を見て癒されに来られる方とかもいらっしゃいますね。ああ、なるほど。ここはなんか雰囲気がありますね。はい、そうなんです。
ここ琴引橋と呼ばれてまして、はい、昔ここに一本の大きな松の木があったんですね。あ、ここに。ここら辺に、はい、はい。で、その松の木が風とかによって揺れる音が、はい、日本の弦楽器のお琴の音色に聞こえるということから、琴引きの松と呼ばれてたんですね。あ、琴引きってそういうことが。そうなんです。でも、残念ながら今はなくなってしまって、はい、素敵な名前でどうにか残していきたいってことで、はい、後に橋がかかってた時、橋がかかった時にそこから名前をいただいて、琴引き橋というふうに。ああ、そうなんですね。はい、で、そんな素敵な橋の名前なんですけど、はい、なんと川も綺麗です。水綺麗ですね。そうなんです。ちょっとね、浅草は結構水ちょっとあれなんでちょっと内緒で、はい、綺麗ですね。これ綺麗なのは山の湧き水なんですよ。ああ、そうですか。はい。で、ずっと流れてきて、海まで、由比ヶ浜まで通じてます。ああ、そうなんですね。はい。で、その山の湧き水だから綺麗っていうのと、はい、これ川底が岩とか石でできてるんですね。はい、だから濁らなくて綺麗っていうのもございます。そういうことか。はい、砂じゃないんですね。そうなんです。だから今の時期はホタルが見られたり。あ、そうなんですね。はい。いいですね。私も1回だけあるんですけど、うなぎが泳いでたり。うなぎ泳いでる。そうなんです。それほどすごい綺麗な川なんですね。天然うなぎ。天然うなぎ。おお、すごいですね。鎌倉ってあれですね。この山も海もあって、そうなんです。いいですね。だから、はい、その源頼朝は鎌倉に幕府を開いたっていうのがございます。はい、ああ、そうなんですね。3つが山に囲まれてて、1つが海。はい、ああ。攻めにくい。あ、確かに。はい。そうなんですね。そうなんです。ここちょっと面白くてですね。幼稚園です。あ、これ幼稚園ですか。はい。すごい。もともとはこれからちょっと行くんですけど、はい、上にお寺さんがあって、その一部だったんですけど、ああ、そうなんですね。ここにもお寺があったんですね。これはなんですか、現役というか。あ、ではなくて、はい、一回関東大震災で倒壊してしまってるんですよ。ああ、そうなんですね。はい、で、建て直す時にみんなが使える幼稚園としましょうって言って、はい、今のこのお寺風の幼稚園が出来上がったんですね。じゃあ平日はここで子どもたちがそうです過ごしてるんですね。はい。なんでね、なんかちょっといい作りで、新しいっぽく見えるんですけど、はい、歴史的には100年の歴史がございます。で、ここって駅から歩いて10分圏内なんですよ。はい。けどこんなに静かだという。そうですね。はい。いいですね。やっぱりあまり知られてないっていうのもあって、はい、人がここまでそんなに来ないんですよ。ああ、そうなんですね。そうなんです。そうなんだ。あ、仲間ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。お、すごい雰囲気がありますね。そうなんです。ちょっと段差揺れますね。ここまで来ると森を体験できますので、はい、森に入った匂いがしますよね。はい。ここもともとは比企家というお侍様のお屋敷がここら辺一帯にあったんですよ。あ、そうですか。比企家って多分あんまり聞いたことないです。ですよね。鎌倉時代の方でして、頼朝さんに仕えてた一族なんですよ。そうなんですね。はい。で、頼朝さんが亡くなった後に何が起きるかっていうと、まあ次の権力争いですね。そうですよね。はい。その時に比企家と北条家が争って、残念ながら負けてしまうんですね。それによってここにあったお屋敷とかが焼き払われてしまったり。そうなんですね。そうなんです。そうなんだ。で、唯一生き残りの方がいらっしゃって、その方が自分の一族を弔うために建てられたのが妙本寺というお寺になります。ああ、そうなんです。はい。そうなんだ。そういう歴史もあるんですけど、何よりも自然が豊かでございます。いや、いいですね。そうなんです。一気に涼しくなりましたね。そうなんですよ。やっぱ気温もちょっとね、温度も違ってきて。そうですね。
なんでこんなに森かって言いますと、ちょっと書いてあって風地保存地区って書いてありまして、ロープから先に勝手に入って木々を切ったりしてはいけませんよってされてる場所なんです。もうじゃあ結構手つかずの自然、そうなんです。ありのままの自然を残していこうっていう場所なので、このねザン森が広がってます。森の匂いがしますね。で緑が綺麗なので、結婚式の前撮りで使われたり、確かに。あとはね地元の方がお昼寝に来たり、読書しに来たりっていったそういう憩いの場にもなっております。この妙本寺さんは普通に歩いてしたら参拝できる感じなんですね。そうです。駅からも近いのでいいですね。来るにはおすすめですね。ちょっとなんか大人の鎌倉って感じで。そうですね。いいですね。じゃあ癒しを求めてみたいな。ここ面白いのが先ほどの幼稚園とか住宅街っていうのはお寺の敷地内にあるんですよ。これそうですね。敷地内ですよね。目の前が門なんで。門が本だからそうですよね。ちょっとねここ他とは違う面白い場所なのかなと。もう一つ立派なもんですね。大きな特徴が扉がないです。本当だ。なんで24時間いつでも参拝できるよという。そうなんですね。ちょっとねそうこうしてるうちにちょっと面白い名前の。おたもち。そうなんです。先ほど森のお寺さんに行った時にあそこ作られたのが日蓮宗を開かれた日蓮和尚って方なんですね。でこの方が良くも悪くも幕府にいろいろ意見を言ったり他の宗教のことをちょっと否定しちゃったりしたんですね。そうするとこの方ちょっと危険人物だということで幕府が刑に処すことにしたんですよ。でその時に刑場に向かう最中に、あそこのお寺さんに住んでた一人の尼様が、どうか仏様のご加護がありますようにとごまのぼた餅をプレゼントするんですね。そうすると、いざ刑をしますっていう時に、空に光る物体が出てきたりして、もうみんながつって驚いちゃったんですよ。で刑は中止になったんですね。一番でこれ後にぼた餅を食べたからじゃないかということで、お寺が建った時にぼた餅寺というふうに呼ばれるようになりました。今の処刑が執行できなかったんですよね。それで。そうですね。で、その下の島流しという刑でちょっと刑が軽くなったということがあったんですね。なんか学校で習った気がしますね。本当ですか？私全然覚えてないです。そんなの習ったかなみたいな。ありがとうございます。そんなことがあるんだと思って。結構印象深かったんですね。覚えてます覚えてます。実はねあそこの場所だという。こっちは厄除け開運の神社になっております。頼朝のおじいちゃんのおじいちゃんの弟様です。おじいちゃんの難しいですね。源の義満様が京都から東北の地に戦に行くときにここ鎌倉通ったらなんと疫病が流行ってたんですよ。今でいうコロナみたいな流行ってて町の方々が苦しんでたんですね。でどうにかしてこの疫病をもう鎮めてみんなのことを助けたいっていうことで、京都の八坂神社からスサノオノミコトという神様をお連れしてここにお祭りしたんですね。そうなんですね。なので今では鎌倉で最古の厄除け開運として地元の方々に愛されております。ちょっと小さめなそうなんですよ感じですけど、結構歴史はすごいそうなんですある感じなんですね。ここも約920年40年ぐらい前にできた神社さんなので歴史はかなり古いです。ここはね本覚寺というお寺さんでして、
春はしだれ桜がすごく綺麗な。あ、そうなんですね。はい、ここは普通に観光に来て参拝できる感じ。はい、できます。あ、そうなんですね。ご利益っていうかここの住職様、昔の住職様が目の病になってしまったんですね。目の病。目の病に。はい、その時に、南無妙法蓮華経と唱えるのと、自分の回復力で病が治ったことから目にご利益のあるお寺としても親しまれております。目にご利益がある。はい。そうなんだ。はい、もう一つは、こっちなんですけど。鎌倉江ノ島七福神の恵比寿様が祀られております。ここ恵比寿様いるんですか。はい。恵比寿様の見た目ってどんなイメージありますか。なんか福耳でお腹が出てるおじさんっていう感じの。そうですよね。はい、全くもって違います。あ、違うんですか。はい。なんとね、ちょっとこわもての、こんなような恵比寿様なんですよ。そうなんですね。はい。ちょっとじゃあいかつめの。いかつめですね、ちょっと。もともと荒々しい神様として信仰されてたっていうのと、先ほど行かれた鎌倉幕府から見て裏鬼門、鬼が出る方角ですね。ということで守ってもらうために、ちょっと今では珍しいいかつめの恵比寿様が。ああ、そうなんですね。はい。で一番鳥居が綺麗に見えます。はい。この狛犬。はい。だいぶ大きい狛犬ですけど。はい。右の狛犬。可愛いですね。あ、そうですね。口を開いてて。口は開いてて。狛犬さんって、基本口開いてるのと閉じてるのなんですけど。これあで始まってんで終わる。あうんの呼吸から来てるんですね。この開いてると閉じてるっていうのは。なるほどなるほど。始まりと終わりを表してます。はい。このこれ二の鳥居ですよね。はい、そうです。ありがとうございます。この二の鳥居から鶴岡八幡宮の入り口の三の鳥居までの間、なんだろう、この参道ですね。はい。ここずっと上が緑が茂ってるんで、影になってて、すごい涼しくて。そうなんですよ。歩くときはぜひね、ここ歩くとおすすめです。おすすめですよね。すごい涼しかったです。あとは春、これ桜なので、桜なんですかこれ。そうなんです。めっちゃ綺麗ですね。めちゃめちゃ綺麗です。なので春に来ていただけるとより楽しめるかなと。なるほど。で、個人的には、昼もいいんですけど、夜の桜がすごい好きなんですよ。ああ、夜桜。はい。これ真ん中に電信柱がないんですね、この通り。あ、そうですね。はい。電気系統地中に埋められてまして。あ、それでこの灯籠がある感じなんですね。明かりが灯るので。あ、それは雰囲気ありそうですね。そうなんです。で、しかも夜は結構ね、観光客の方帰られるので。ああ、なるほど。人が少なくなってるんですよ。はいはいはい。この鎌倉のこの周辺のお店って、だいたい何時ぐらいまでやってるんですかね。長いもので8時ぐらい。8時ぐらい。早いと人が帰る時間に合わせるので6時とか。鶴岡八幡宮の参拝が終わる時間が終わると、もうあれですかね。そうですね。徐々に閉まってきます。ああ、なるほど。こんにちは、恐れ入ります。
またね京都とは違った神社の前を通れるスポットなのかな。そうですね。はい。鶴岡八幡宮もね、お寺の本殿もいいですけど、お庭というか、素晴らしいですよね。すごく綺麗で、ゆっくり見ると1時間以上かかっちゃうんですよね。そうですね。そうそう。おすすめですね。はい、ありがとうございます。ではここで終点とさせていただきます。めちゃめちゃ楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ではゆっくり下ろしますね。お願いします。では貴重なお時間ありがとうございました。降りる準備します。少々お待ちください。じゃあ今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。視聴者の皆さんぜひ鎌倉に来たらエビシアさんご来てください。はい、ありがとうございます。じゃあまたお願いします。ありがとうございました。失礼します。